で今消失点を考えながら、アイレベルはこの人の見た目だから、この高さでアイレベルを考えると、ほらここら辺になるでしょ。よろしくお願いします。毎度です。今日はどんなチャレンジですか？部屋の中の設定を用意しましたんで、キャラクターをこの中に配置させて、それをこの角度からねカメラで見たらどう描けばいいのかっていうのを、この前の電車の中みたいなチャレンジですかね。これ1枚だとね、限界があるんで、この切り返しも用意してますんで。逆向きですか？そうです。このキャラクターは部屋に人がいるとこれぐらいの対比ですよっていうガイドですよね。なるほど。何を描けばいいんですか？そうですね、ソファーにキャラクターを座らせたりして、それをこの人がここから見たらどんな絵になるのかを想像して描いてみてもらいたいんですが、面白そう。キャラクターとして何を入れればいいか、こういうもうゆるい、着ぐるみ、ぜひこの人、とりあえず人が中に入ってるというのを想像してデザインされてるんでこれも人が入って頭がここに来るから、ここに覗き穴がなるほど作られてます。これも同じように。じゃあこの猫キャラクターとかにしたら、まず人間的なキャラクターを座らせましょうか。ただ座るんじゃなくて、ソファーに寝そべっててもいいし、描くとしたらとりあえずここの対比の人物がカメラを構えてて、このソファーに座ってるか寝そべってるこいつを描くとしたらどういう風な絵になるか。カメラで撮ってるんだと、カメラでこう撮るとどんな感じに見えるかなっていうのを想像しながら描いてみてもらいたいんですけど、難しそうよし頑張ります。はい、この角度でこの寝ているゆるキャラを描いてみる。まずはちょっとパース線引いた方がいいですね。アイレベルはここじゃないですか。そうですね。だから画面の外にアイレベルを持ってくるようなパーツを引けば、上こんな感じですかね。もうちょっと上にはなると思う。とりあえずほら、寝てるこの着ぐるみのどういうポーズになるか、どういうポーズで収めたいかっていうのを考えて、それにパーツを合わせていけば、軽く書いておくと、そっか、軽くどういうポーズになるかスケッチングして、その後にパース線引けばいいか、こんな感じかな。じゃあこれからどうしたらいいんですか？その上に書けばいいかな。周りの壁とか床もどういう風になってるのか。そうなんだね。壁の結構角にくっついてますね。ここに窓がありますね。よし、こんな感じでいきます。ひにおいさんだったら先に何を描きますか？キャラクターかソファ？だいたい形はできてるから背景から描いていきますかね。OK。定規使ってもいいですか？どうぞ。パースの線はフリーハンドだと慣れないと引きにくいんで、やっぱり定規があった方が。じゃあこのキャラ表を見ながらキャラクター入れます。怖いちょっとホラーになってます、怖い。じゃあ服は着せなきゃ。ちょっと手で困ってます。どういう風にこうなりますよね。手のひらが見えるようにしたいんだけどこれが一番難しい。手の想像できない。
よし、線が入れてみます。このゆるキャラ、長い日だったんだろう。なんとなく私が描いているもので、このキャラクターちょっと痩せてますね。ゆるくなくなってます。私こういう柔らかいものとかよく困ってます。例えばこれだと硬すぎ見えますね。本当は膨らんでるようにしたいんだけど、線をつなげると硬くなっちゃうから、線を途切れ途切れにポイントで入れていくと柔らかさが出ますよ。ちょんちょんと。こういうところですか。じゃあそのエッジを表現するけど一本線で描かない。あとこういうところとか、こういうところで曲がっているんだけどすごい優しく曲がっているのでタッチは入れないんですよね。タッチ入れてた方がいいと思いますよ。ちょんちょんちょんと。はい、完成ですかな。お願いします。はいはい。まずはキャラクターの頭の位置を決めてますね。やっぱり人物の方を優先しますね。まあ見る人は背景は見ませんからね。キャラクターをそうね、見せないと。そうね。で、キャラクターのポーズは決めたら、ソファの形、パース線を引いてソファを作っていく。結構低いソファでしたね。ソファーを描こうとして直線があればなんかパース線も引きますね。ソファーは結構曲がってる線が特にないからパース狂ったらすぐ分かりますね。バレちゃいます。私はガイド線書いたけど結局そんなに強くパースついてないんですね。私前にも言ったと思うけど、こういう場合遠くを見る分にはいいんですけど、部屋のように近くにいるときは3点透視法で書いた方が。近くにあるからもっと、ちょっとパースがきつくなりますよね。そっかそっか。定規を使ってでもその線を全部定規で引かない。へえ。で今消失点をなんか、考えながら弾いてます。すごい遠くにある場所。アイレベルはこの人の見た目だから、この高さでアイレベルを考えると、ほらここら辺になるでしょ。
つのレイヤーに分けますか？まあほら、アニメーションの場合背景さんにも回すから背景さんが分かりやすいように。シワ難しかった。特にたるんだシワはね。どこで集まるか分からなかった。この S の形がすごいですね。私だったら多分単純に CCC の形。厚い生地、厚い布がこういう風にシワを作るときはこんな感じでね、シワができるんで。確かに今描いてるシワがなんとなく暖かくなるモコモコした生地ですね。キャラクターがね止まってる時は背景の方に書き込んでもいいし、影だけ。こういう背景との組線を影がどういうところで止まるか。もう組ですよね。ここソファーの肘掛けとの、切らないと、上から乗っける場合ははみ出しちゃうでしょ。そういうのは青い線じゃダメですか？分かりやすいようにここは組ですよと。こんな感じで自分も抜けてた。はい、じゃあ比較単位です。パースがせいぜいアイレベルって言ったらこの絵だとここら辺じゃないですか。だからそこに集まるようにしたいけど、これだとこんな風にね、体に沿ってシワが入るんじゃないかなとか想像しながら。